葵ちゃんです。ウォーホスピタル実況の続きです。雨晴れハーです。今回から動画編集により数値類を拡大表示します。上官殿の医師が新たなシフトを開始しました。アンガス・マクフィヒオゲイン中佐第36師団の指揮官だ。私の命令はここから北に臨時防衛線を設置することだが、我々の限られた戦力では無理難題だろう。おっしゃる通りです。我々にできることは、最前線の兵士をできるだけ多く治療してくれ。彼らに防衛線を強化してもらえば兵士たちもかなり助かるだろう。何人必要ですか？悪いが可能な限りだ。情報部からの報告によると、ドイツ軍は6月8日の正午頃に攻撃を仕掛けてくるらしい。明日じゃないですか。司令部からの援軍は？おそらくないだろう。少なくとも6月21日まではな。司令部は6月21日の大規模な反撃のため兵力を集め再編成している。命令はその日まで生き残ることだ。我々だけでですか？ここは病院であって軍のキャンプではありませんよ。どうさばけと。我々は最新情報の報告を受けられる。つまり全ての攻撃と攻撃部隊の規模を事前に知ることができるんだ。それが司令部が我々にできる限界だ。わかりました。近くに古い塹壕があります。そこに防衛線を張ることができます。敵の攻撃に耐えられるだけの人数を送るようにします。というわけで6月21日午前5時まで生き残ることが我々の最初の目標です。むちゃくちゃ言ってません。先週読んでいて視聴者何人か出てくると半永久的に脱落と考えがちですが、実際はいくらかの人数が復帰してきます。我々は兵士を回復させ、今表示している塹壕に送り込んで再度戦闘させ、病院を守り抜いて生き残ります。助けたばかりの兵士を今にも崩壊しそうな戦線に送り込まねばならないとは。医師のセス・ブラウンは疲弊していますが、2人目の外科医が来るまで何とか待たせなければなりません。容体の重い患者を急の最初に持ってくることで何とか乗り切ろうとしています。下手すると深刻な重症者も助けられず、他の患者も時間切れで亡くなりかねないですよ。トリアージは重い仕事ですね。単なる判断能力的にも。治療した兵士が回復してきたので処遇を決めましょう。リハビリセンターでの回復が終わった人たちですね。彼らの運命は3通り。一つはこの病院を守っている塹壕に送られることです。塹壕の戦力が足りないとドイツ軍が突破してきてこの病院は失われます。回復してすぐ最前線を繰り返すのは酷ですけど、突破されたら病院自体を喪失することになる。二つ目は司令部、本部へ送られることです。司令部に兵士を送ると軍票がもらえます。2週間後の反撃のための兵力にする代わりに予算をくれるわけですか。上官殿、患者が回復しました。3つ目は任務を解除されることです。任務解除すると士気が上がります。緊急時とはいえ、全員で戦い続けることはできないですからね。軍票がないと色々できなくなり、士気が落ちると戦線崩壊します。我々は、戦力、軍票、士気の3つのバランスを取りながら6月21日まで耐え抜かねばなりません。2人目の外科医、レオン・モリスが来ました。これに伴い他のユニットを採用する機能も開放されますが、まずは患者を割り当てましょう。これで大量の患者をさばけそうですね。おや、拒否フォルダにカードが残ってます。この作品に影響を与えたとおぼしきフロストパンクというゲームではトリアージを実行すると患者が即死するらしいですが、ここは零下100都市の凍土ではなく1918年の西部戦線です。見捨てられた患者は必要な手術を受けることなくしばらくの苦しみを味わった末に死亡します。そんなところまで再現するとは、どちらが厳しいかわかりませんね。患者の配分を決めたので次は新たに人員を注文しましょう。鉄道駅の職員タブでユニットを注文できます。ユニットを注文するには許可証、スタッフポイントが必要です。このスタッフポイントがイベント等でしか得られないので先を見据えて使うべきですが、初見プレイなので適当に注文しています。後で困りそうですね。前回の動画のコメントでいただきましたが、かなりシビアなゲームバランスだそうですし。次に改善、他のゲームでいうところの研究に取り掛かります。手術病棟に X 線施設を導入する改善を行いましょう。手術成功率プラス 25% の効果があるようです。改善には公平の割り当てと軍票が必要です。物資の注文と改善で軍票を取り合ってしまいますね。それでも改善なしには到底この先生き残れないでしょ。上官殿、公兵が現場に到着しました。着任して2人目の死亡者です。
前回ハウさんに助けてくれと懇願していた病孤用、ミャオヤオテンさんが手術中に死亡しました。助けられなかった。死亡者のプロフィールを見る方法がわかりません。現象見られないのかも。生前どんな人だったか読みながら死者を悼むことをせずに済むわけですか。安心してください。あらかじめ確認済みです。ヤオティン・ミャオ、36歳、フランスのオートピレネー出身。元清掃業、祈りながら眠りにつくことを学んだ。最後の入眠時にも祈りながら眠りについたんでしょうか。看護師が働き詰めで卒倒しています。そんな、休ませてあげてください。医師を含め、ユニットは疲弊しすぎると卒倒してしまいます。これを無視するとその人は倒れてしまうようです。ようですって、シフト制とかないんですか。改善により、シフト制を導入することができるようです。早めに導入してあげてください。手動だと休ませ忘れたり限界まで酷使したりするでしょう。シフトシステム改善なしにチャプター1を終了すると実績、マイクロマネジメントを達成できるみたいなんですけど。導入してください。いいですね。はい。ちなみに、今プレイの前に1時間ぐらいプレイした時達成した実績が一つありました。疲れても休みなし、医師が倒れることなく、卒倒寸前の状態で手術を成功させる。86.3% のプレイヤーがこの実績を達成。過酷すぎる。リハビリセンターの看護師リタウォーカーを休ませます。本人もシフト勤務を希望してるじゃないですか。どうかお願いします。X 線装置導入の改善が終わりました。手術病棟の枠を増やして外科医をもっと増やせる改善を開始しています。シフト制は？でもこれで塹壕戦で大量の患者が出ても対応できるようになりますね。ですがスタッフポイントを使いすぎていたので開始前後も外科医を呼べませんでした。リソースが無駄に。注文したユニットが届いていたので配置しています。ですが少しでも手術成功率を上げようとしてリハビリセンターから看護師を引っぺがして手術病棟に集中しちゃいました。看護師は負傷者救護所や手術病棟では補助的な役割を担いますが、リハビリには必須です。看護師が向かっています。それに気づかずリハビリセンターを空にしたのでしばらくの間、兵士が回復せずリハビリセンターに滞留することになります。一命を取り留めたばかりの患者に自分でリハビリしろは無茶ですよ。サイアム・クリシナムルティさんが手術中に死亡。33歳、アメリカ、イリノイ出身、元販売員、自分の土地に執着する農夫。また新たな死者が墓地に運ばれていく。不幸な男だ。二度と祖国を見ることはないだろ彼の土地はどうなってしまうんでしょうね。上官殿、よろしいでしょうか。なんだ、言ってみろ。本日、町に残っていた民間人の一人、テオ・グランという男に声をかけられました。ここで石膏をしていたそうです。彼の話によると、彼は墓地に埋葬された人一人一人に墓石を作っていたそうでした。墓地が軍に挑発され、亡くなった人も多く、仕事の量が多すぎて作れないそうです。そうか、悲しいことだが、我々には何もできん。上官殿、この問題を解決する案があります。墓地には巨大な岩があります。それを使って、一種の記念碑を作り、そこに亡くなった人、あるいは助かりそうもない人の名前を刻んではいかがでしょう。テオ・グランは、その石碑を用意し、人が亡くなるたびに名前を刻むことを志願しました。必要なのは、上官殿の許可だけです。一人一人のために墓石を用意できないなら、ぜひ許可したいところです。許可しておきます。この病院は破壊された村の廃墟を再利用して作られたようなのですが、石膏のテオ・ブランはここに留まり、できる限りのことをしようと志願したようです。上官殿、患者が死亡しました。クロケット・シルトンが手術中に死亡。27歳、フランス、マンシュ出身、元事務員。今日まで初めて銃剣で殺した兵士の夢を見ている。目を覚ますと未だに感じる温かい血を手で拭う。せめて最後の眠りは安らかであらんことを。上官殿、ブランが石碑を完成させたことをご報告いたします。ご覧になる場合は、墓地までどうぞ。ツイート、メイソン・ロブソン、ヤオティン・ミャオ、サイアム・クリシナムルティ、クロケット・シルトン。安らかに眠ってください。私たちは決して、あなた方を忘れません。忘れないどころか、この後状況はプレイヤーが死者を一人一人悼んでいられるようなものではなくなります。でしょうね。続く。